天の座アルカディアヘビー級ノーマル1層から4層の投資解説です。動画にチャプター設定しているので該当の階層へ飛んでご活用ください。まずは1層バンプファタールの解説です。キラーボイス全体攻撃です。ハーフムーンボスが向いた方向へ半面範囲攻撃、続いて逆方向に半面範囲攻撃です。横飛びで回避します。バンプストンプボス中心の円範囲攻撃後、中央から白いリングが放射状に広がります。広がったリングとコウモリが接触した地点から円範囲攻撃が来ます。ただ白いリング自体は触れても OK なので、コウモリの位置はあまり気にせず、とにかく常に白いリングから離れるよう動けば、あとは AOE が出てからの回避でなんとかなります。ハードコアタンク2名の強攻撃です。他の人は円範囲内に入らないようにしましょう。サディスティックスクリーチ全体攻撃に加え、フィールドが狭くなり奥から狂気が出現します。狂気を殴って破壊します。その間直線範囲攻撃が2回に分けてくるので見たまんま回避します。8人への円範囲攻撃が来るので3回しつつ対処します。狂気の正面1ブロックは潰れるので注意しましょう。続いてヒーラー2名の頭あり攻撃です。8人がうまく44に分かれて対処しましょう。ダメージは大したことないので3人5人とかに分かれちゃっても大丈夫ですが、各頭あり攻撃を一度に2つ受けると即死するので、2つかぶって食らわないようにだけ注意しましょう。そして最後がやや難しいです。狂気からの直線範囲攻撃に加え、ボスが冒頭やってきた左右半面範囲攻撃を詠唱しています。直線範囲攻撃のアンチのうちボス後ろ側に待機します。ボスが半面範囲攻撃を発動したら逆方向に移動しましょう。これをもう1セットやってくるので、同じように直線範囲のアンチのうちボスの後ろ側に待機、ボスが半面範囲を発動したら逆方向に移動しましょう。押し出される前に狂気を倒せば OK です。サディスティックスクリーチ全体攻撃に加えフィールドが元に戻ります。クラウドキリング全体攻撃です。フィナーレファターレ全体攻撃に加え、足元から暗い円範予兆が出るので見て回避します。ランダム4名に円範囲がつくので3回して回避します。この時円範囲をマップ災害集で受けると親切です。円範囲の着弾先から十字に直線範囲が広がりますよ感が出るので、伸びている方向の延長線上に位置取らないよう回避します。先ほど円範囲を外周に捨てていると、ここでアンチを広く確保できるのでおすすめです。これがもう1セット来るので対応します。ブルータルレイン連続頭あり攻撃です。全員集合します。再び足元円範囲が来るので見たまま回避しつつ、途中で全体攻撃が来るので受けます。サディスティックスクリーチ全体攻撃に加えフィールドが狭くなり、いろいろと狂気が出現します。狂気が見たまんまじりじり動くのでじりじり回避します。途中塔が2箇所発生するので1人以上が乗って対処します。塔に乗るとき狂気に接触しないように注意しましょう。塔の攻撃着弾後、その位置に狂気が発生し殴れるようになるので、2箇所とも狂気による詠唱完了前に破壊しましょう。この時ボスからの全体攻撃も来るので、ヒーラーは HP 管理に注意しましょう。これがもう1セット来るので対処します。クラウドキリング全体攻撃に加え、ここから一部攻撃が強化されます。ハーフムーン半面よりちょっと広い範囲攻撃が2回来ます。ボスのタゲさよりも後ろに行って回避した後横飛びしましょう。ハードコアタンク2名へ超広い円範囲攻撃が来ます。マップの外周に行って回避しましょう。フィナーレファターレ先ほどと同様ですけれども、白いリングプラスコウモリ攻撃と複合しますが、とにかく白いリングから常に離れること、これを意識していれば多分勢いで避けられます。
以降は気質ギミックと全体攻撃の繰り返しです。1層の解説は以上です。続いて2層エクストリームズの解説です。ホットインパクト、タンク1名のタンク2人受け強攻撃です。タンク2名が集合して対処します。フレイムアリウープ、8人へのエンハイマーカー攻撃です。全員3回します。着弾地点にしばらくダメージ床が残るので、できれば外周に捨てると親切です。着弾後はすぐ足元から離れないと継続ダメージデバフを受けるので離れましょう。フレームカットバック、ランダム2名の追尾型の奥義範囲攻撃です。対象の2名は適当に受け、その他6名は奥義範囲から離れましょう。同じく着弾地点にダメージ床が残るので注意しましょう。ファイティングスピリット、全体攻撃とともにマップのダメージ床が消えます。順番変わってもう1セット来るので対処します。ここでディープブルーに交代します。シックスウェル、ボスから水のエフェクトが向いている方向からノックバック攻撃が来ます。ただしノックバック距離が珍しくめちゃくちゃ短いのであまり気にしなくて OK です。またボスが波に乗っている直線上には攻撃が来るので、その延長線上に立たないようにしましょう。こんな感じです。ハイドロバリエル、矢印の方向に跳躍した後、マップ中央向けて奥義範囲攻撃を放ってきます。この矢印を見たらそっち方向に走って脇に避けましょう。もう一回来るので同じように対処します。ディープインパクト、タンク1名の遠範囲強攻撃です。ここで兄弟揃ってリングイン、エクストリームスペクタクル、中央からの直線範囲の距離減衰攻撃です。外周に逃げます。その後全体攻撃を連発するので耐えます。ここで兄弟の HP が均一になります。この後ちょいちょい HP を均一にしてくるので、我々としては兄弟どっち殴っても OK です。フレームエアリアル等を4つ順番に発生させます。誰か1人以上が等に入りましょう。着弾地点にダメージ床が残るので注意。続いてタンク1名のタンク2人受け遠範囲攻撃と青いやつのサーフィン攻撃が複合します。タンク2名は適当に集まって受けます。また大波が発生している方向を確認し、気持ちそっち方向に寄りましょう。青いやつの直線上に位置取らないことを意識しつつノックバックを処理します。そしてダメージ床から床よりちょっと広い遠範囲に爆発が起こるので回避します。フレームローテーション、いつもの頭あり攻撃です。ただし着弾後にダメージ床が残るので、その場からすぐ離れましょう。青いボスから8方向の遠範囲攻撃が2回来ます。1回目のアンチに入り、1回目の着弾を確認したら体をずらして2回目を回避しましょう。さらにダメージ床が爆発するので見て回避しましょう。フレームオアハイドロスネーキング、4人に青い線、4人に赤い線がつきます。次のギミックに備え、ついた色のボスをなんとなく気にしておきましょう。今回自分は青がついたので青いやつを気にしておきます。インセインエアー、一見ややこしいですが対処方法は簡単です。2名の頭上に青いアイコンがつきます。で、青いボスがアイコンがついているところに移動した後、青いマーカーがついた2名へ奥義範囲を放ちます。これと全く同じことを赤い方もやっています。対処方法としては、マーカーがついてない4名はただただ奥義範囲を避けるだけです。マーカーがついた場合はどうするかというと、次自分に青いマーカーがついたので説明しますが、自分と同じ色のこのエフェクト、ここの外に行くだけです。そうすると奥義範囲の影響を最小限に抑えられます。自分は必ず被弾しますが、それはそういうもんなんで気にしない。とにかく頭上にマーカーがついたら同じ色のエフェクトの外周に行く、これを意識しましょう。なお赤い方の奥義範囲はご覧の通りダメージ床として残るので、マップ外側に奥義範囲を向ける必要性がより大きいです。頑張りましょう。さらに青と赤の奥義範囲を重ねてしまうと、交点から遠範囲攻撃が追加で発生しますが、これは AOE を見てから避けられるので、重なっちゃったとしてもあまり気にしない。再び全体攻撃でマップが元に戻ります。以降は気質ギミックです。なおどちらかの HP を削り切ってももう一方を削り切るまで倒れないので注意しましょう。2層の解説は以上です。
続いて3走ザ・タイラントの解説です。キングオブアルカディア全体攻撃です。ウェポンジェネレートスマッシュ、鎌を作成しボス足元中心のリング上の攻撃です。鎌を見たら足元に行く、これを意識しましょう。続いて同盟の技で斧を召喚します。斧はボス足元円範囲なので逆に離れましょう。コメットレイン8人への円範囲マーカー攻撃です。3回して受けましょう。分かりにくいんですが、1発目は確実に被弾する隕石、2発目は避けられる隕石が発生しています。これが3セット行われています。細かいことはどうでもよくて、要はちょくちょく動いて足元の AOE を避ければ OK です。ウェポンジェネレートスマッシュ、剣を作成しボス中心の十字範囲攻撃です。ボスのタゲ差の向きを参考に斜めに位置取り回避しましょう。トロフィーウェポンズ、これまで見せた武器が1本ずつ発生します。ボスから線がつながっている順に発動します。対処方法は簡単で、まず鎌を見たら足元に行く、これを最優先しましょう。あとは剣の十字にだけ注意して適当に避ければ OK です。もう1セットあるので同様に対処します。とにかく鎌を見たら足元に行く、あとは適当で大丈夫なはずです。ウェポンジェネレートドミネーション、剣を作りますが今回は十字範囲ではありません。ダンスオブドミネーション、何回か全体攻撃の後マップに剣の跡を残します。この跡が広がり直線範囲が来るのでご覧の位置に回避します。ウェポンジェネレートバスター、斧を作りますが今回も円範囲ではなく次の攻撃に続きます。ウェポンバスター、タンク1名にタンク2人受けの強攻撃、残り6人に円範囲が来ます。タンク2名は集まりその他6名は3回して回避しましょう。ザ・ミールストーム、全員の HP が1になります。次の攻撃まで猶予はあるのでしっかり回復しましょう。アルティメットトロフィーウェポンズ、武器を次々に作ってその通りに攻撃してきます。とにかく鎌を見たら足元に行く、あとは適当で OK です。なお剣の十字範囲はボスが突進した向き基準で十字範囲が来ることに留意しましょう。鎌を見たら足元に行く、鎌を見たら足元に行く。続いて2箇所中心に奥義範囲が2セット来るので1セット目のアンチに対比します。足元が AOE で潰れますが動かず我慢。1セット目の発動が終わったらアンチへ移動。これで OK です。イモータルレインからのワンアンドオンリー、演出技からの全体攻撃です。本気モードになります。メテオレイン、4箇所に塔が発生するので1人以上が入って攻撃を受け止めます。受け止めたところに隕石が発生します。その後マップ外周2箇所に穴みたいなのが発生します。そこから2名が線でつながれます。線がつながれた2名は隕石に当てないように攻撃を受けましょう。なおこの線は他の人が線を横切ることで奪うことが可能ですがダメージはそれほど痛くないのでわざわざタンクが受ける必要はありません。その他6名のうち1名に頭あり攻撃が来るのでその他6名は集合して受けましょう。ちなみに頭ありの方は隕石に当てても大丈夫です。同じ攻撃がもう1セット来るので同様に対処します。ツインスターズタイラントウォール、隕石に隠れないと大ダメージを受ける攻撃です。分かりにくいんですがツインという名前の通り2回来ます。隕石に隠れて1回目の着弾をしのいだ後ボスから最も遠い対角の岩2つだけ壊れずに済むのですぐ対角の石にも移動し2回目の被弾を免れましょう。フラットライナー、マップ中央が破壊されるとともに中心からのノックバック攻撃です。ご覧の位置で吹き飛ばしをしのぎましょう。この時点で綺麗に4人4人でなくてもいいんですが気持ちうまいこと分かれるように飛びましょう。チャンピオンズメテオ、何名かへの足元円範囲攻撃です。適当に避けます。同時に外周の穴から直線範囲攻撃が来ます。白い線を頼りに避けましょう。
ファイヤー&テイル、この攻撃がミスりやすいです。一見ただの扇範囲攻撃で左右どっちに回避しても良さそうですが、同時に床から距離減衰攻撃が来ているので、それが発生していない方向に必ず避けましょう。さらに4箇所への受け止め攻撃です。誰か1名以上が範囲内に入りましょう。範囲内に入った人はノックバックされるので、うまいこと同じ島か別の島に飛ぶよう位置取りましょう。同じような攻撃がもう1セット来るので対処します。次に再び2箇所に受け止め攻撃が発生しますが、ここでボスの向きに注目。ボスが向いている方向の足場が壊れるので、そっちの足場にいる人は対岸に飛ぶよう位置取りましょう。逆に安全側の足場にいる人は同じ足場内に飛べるよう位置取りましょう。安全側の足場にいる方も AOE で大多数が潰れるので見たまま回避します。全体攻撃とともにリングが復帰します。ハートブレイクキック、マップ中央への連続頭回り攻撃です。頑張って耐えましょう。ファイアストリーム、タンク1名のタンク2名で受ける直線範囲強攻撃です。タンク2名は外周に集合し、その他6名はその直線範囲から外れましょう。また直線範囲にしばらく跡が残ります。少し時間が経った後に再度爆発するので、うっかり跡地に入らないようにしましょう。以降は気質ギミックです。3層の解説は以上です。最後に4層リンドブルムの解説です。フィクサー・オブ・アルカディア、全体攻撃です。ブラッドシェッドからのスカージブレス、腕がキモくなった方への反面範囲攻撃です。キモくない方へ回避しましょう。ラベナスリーチ、4層の要注意攻撃です。再び腕がキモくなります。今度はご覧の通り、キモ腕がマップ中央めがけて扇範囲を打ってきます。ラベナスリーチの時はキモい腕の顔に注目し、そっちの方へ移動するよう留意しましょう。分かりにくいんですが、マップ3箇所にどう見ても近づいたらヤバそうな物体が設置されます。どう見てもヤバいので離れます。案の定巨大円範囲攻撃が来ます。クルエルコイル、中央に集められるのでトグロを巻いたボスの間を縫って脱出します。最初に1回ぐるっとし終えたらチャンス。空いてるところから抜け出しましょう。隙間を探すというよりもニュってなってるボスの頭を頼りにそっちの方向に動くと楽です。何回か回転してその間に脱出できないと即死します。後半になるにつれ猶予回転数が減るので注意しましょう。ビセラルバースト、タンク2名の円範囲強攻撃です。細胞付着、デバフがつきますが気にしない。ラベナスリーチ、こんな感じでキモい腕の顔が対角にノロノロ行く場合もあります。いずれにせよキモい腕の顔側に行くようにしましょう。8人へ円範囲マーカーがつくので3回して対処します。スプラッターシェット、全体攻撃です。ここで腕が両方キモくなりますがただの演出です。フェラルフィッション、足元に小円範囲が来るので見たまま避けます。ブリングダウンハウス、明らかにヤバそうなゲート上のところから離れます。フィールドが分断されますがすぐに一部戻ります。ここでマップ2箇所にいかにも直線範囲攻撃してきそうな顔が現れるので避けます。8人へ円範囲マーカーがつくので3回して対処します。ここから一連がやや大変です。頑張りましょう。細胞付着、さっきと違うデバフがつきますがデバフ自体は無視して自分の足元の矢印に注目しましょう。カウント0になるとその方向に少し吹き飛ばされるのでマップ上に踏みとどまれるよう位置調整します。なおアムレン堅実魔が有効です。さらにこの時ラベナスリーチを唱えているので安全に吹き飛ばされる位置取りができたらキモい顔がどっち行ってるか注目し吹き飛ばされた後にキモい顔側に移動するようにしましょう。同時に誰か1名頭回りが発生しますがラベナスリーチのアンチで受けるようにしましょう。さらに床に肝物質が設置されるので離れて回避します。さらに自分の前方か後方に扇範囲予兆が発生するのでカウント0の時に扇が外に向いているよう向きを調整しましょう。
さらにここでボスに注目。すでに一方がキモい腕になっているボスが新たにもう一方の腕もキモくしてきます。その新たにキモくした腕の方から反面範囲がきます。どっちのキモ腕が新たに生やした方か分かってないとこの反面が避けられないので注意しましょう。気質ギミックの組み合わせですがミスりやすいのでご紹介。再びカウント0でノックバックされますが、同時に床に肝物質も発生しています。肝物質の円範囲を避けられる方向にノックバックする必要があるので注意しましょう。さっきのところでアムレン堅実魔を使っていなければここでアムレン堅実魔が使えるはずです。今回はさっき使っちゃったのでリキャが戻らず使えませんでしたが、本来ここが使いどころだと思います。ボスの HP を0にするとまさかの復活。細胞暴走、前方から直線範囲が順番に5回来ます。同時に8人に円範囲マーカーがつくので3回します。一度直線範囲が着弾した列は安全なのでそっちに飛び込むと楽です。さらに左右どちらかがアンチの範囲攻撃が来るので全力で避けましょう。さっきの3回であまりにマップ端に行き過ぎるとここでアンチに駆け込めないので注意しましょう。そして全体攻撃が来ます。以降はずっとこの繰り返しなので再度 HP を0にすれば統一王者達成です。解説は以上です。世界一わかりやすいファイナルファンタジー14の攻略動画出してます。参考になりましたらチャンネル登録お願いします。おつゆなし。